こんにちは、乃木助です。この動画では徳島で食べたおすすめグルメをご紹介します。宿とレンタカーだけ予約して現地入りという相変わらずのノープラン旅行にもかかわらず、たくさんの美味しいものに出会いました。1店舗あたり 1,2 分でサクッとご紹介していくので、最後までご覧ください。徳島駅に着いて最初に食べたのが徳島ラーメン。昔ながらの町中華チックな店内がたまりません。麺は細めのストレート、スープは見た目と違って思ったほど塩気は強くなく、あっさりして旨みがあります。濃いんだけどすっきりしているという不思議な感じ。そこに卵黄を絡めるととてもまろやかな味になります。また少し甘めの肉ともやしがいいアクセントになり、最後まで飽きません。飲んだ後にも軽い感じで食べられそうなラーメン。地元の方々に愛されていることがよくわかるお店でした。徳島駅の南を流れる新町川をふらついていたら、良さげな蕎麦屋さんを発見。木蕎麦が有名らしく、すかさず注文すると2つのお椀に盛られた冷たい蕎麦が登場。とっくりに入った熱々のつゆをかけていただきます。蕎麦は冷たいのでぬるくなりますが、食べると独特の感覚。冷水で締められた蕎麦のコシが少し柔らかくなり、つゆの香りが鼻に抜けます。未経験の食感で何とも形容しがたいのですが、食べ終わった後の感想はまた食べたい。それから冷たいそばのコシを体験するために、次はざるそばあたりを食べてみたくなりました。本当は最終日にもう一度来たかったんですけど、時間がなくてお預け。また来ます。宿泊先の人に晩ご飯でおすすめありますかと聞いてきたのがこの洋食屋さん。むちゃくちゃ美味しかったです。カニクリームコロッケは中のベシャメルソースから手作り。トマトソースもこっちが本体かと思うほど旨味が濃くて美味しい。ハンバーグはとても柔らかく滑らかな舌触りで、とても丁寧に作られているのがわかります。今回の旅行で一番美味しかったかも。かなりの人気店で、混雑していると提供時間が長くなるので、時間に余裕があるならぜひおすすめしたいお店です。いや、本当美味しかった。旅先で必ず行くのが純喫茶。徳島でも素敵なお店を見つけました。アンティークな店内でとても愛想の良い店員さんにお願いしたモーニングは、たっぷりとした厚さのトースト、そしてサラダにはさつま揚げが入っていました。こういう土地柄が出るのが旅の面白さですね。そして自家焙煎コーヒー専門店なだけあって、アイスカフェオレもミルクの奥から豊かな香りが口に広がります。僕は運よく席が空いてて座れましたが、すぐに満員になり、店頭で待つ方もいらっしゃいました。さすが人気店。朝食といえば美味しい朝定食のお店も見つけました。好きな小鉢を選ぶ朝定食は、お米から味噌汁の大豆まで全て徳島県産なんだそう。迷いながら選んだ小鉢はどれも丁寧な味付け。旅行中は栄養が偏りがちなので、こういうベーシックな和食はとてもありがたいです。しかし白米に味噌汁の朝食って最高ですね。これ以上でも以下でもないというか。また店員さんがとても親切で、気持ちの良い朝食をいただけました。第21番札所大龍寺の景色と境内の静けさに心を浄化してもらった後、ロープウェイ乗り場のお宿のレストランでカレーをいただきました。これも美味しかったんですよ。野菜たっぷりでルーも美味しく、一つ一つ丁寧に作られているのがわかります。コーヒーもご自由にどうぞと嬉しいサービスも。ちなみにランチ営業は毎日ではなく日程限定だそう。僕は運が良かった。お大師様に感謝です。いや、しかしお遍路さんのお接待文化なのでしょうか。徳島の飲食店の方々ってとても親切な方が多いですね。23番札所薬王寺近くのうどん屋さんもとても親切でした。そしてもちろんうどんもめちゃ美味しかったです。麺はもちもちしてて、讃岐うどんのような強いコシではないんですが、しっかり角があって美味しい食感。たっぷりのわかめとエビ天、焼き餅も入ってて満足感があります。餅は少し塩気を感じたので、もしかしたら自家製なのかも。だしはとても優しい味で、歩き疲れた体のカロリー摂取にぴったり。旅人への気遣いを感じる味付けで、あっという間に食べちゃいました。
旅人への気遣いといえば、薬王寺への道中で素敵なオープンカフェを見つけました。お遍路さんやツーリングするバイカーの方々が立ち寄る休憩スポットらしく、コーヒーやかき氷、うどんも提供されています。木々が生い茂る山の中で旅人をお接待するというお店の方の優しい思いが垣間見えました。徳島滞在の最終日は鳴門市の大塚国際美術館からスタート。膨大な数の展示品に圧倒されまして、大塚グループの気合の入り具合をビシビシと感じました。展示されているのは陶板で再現された古代壁画や世界の名画、しかもすべてオリジナルサイズです。展示スペースの広さと展示品の多さから見て回るのに僕は4時間かかりました。特に西洋画がお好きな方にいいかも。さて、徳島最後のご飯を食べに訪れたのはうどん屋さん。すみません、うどん大好きなんです。こちらのうどんは食べた瞬間わかる王道の讃岐うどん。強いコシ、ツルツルの食感、混じりっ気なしのストレートの味。昔香川でよく食べたうどんを思い出し、懐かしくなりました。ここも人気店なので、お昼から少し時間をずらして訪れるのがおすすめです。徳島滞在中に強く感じたのが徳島の方々の親切さ。観光名所を巡るのも好きですが、現地の文化に触れることが何より好きなので、とても居心地の良い旅ができました。人をもてなすお接待の文化が徳島の方々の何よりの強さ、素晴らしさなんだと感じました。良き旅でした。